白雪姫。むかしむかし、一人の心優しい女王様が黒炭の窓枠に座りながらちらちらと降ってくる雪を眺め、縫い物をしていました。あ、女王様はうっかり自分の指に針を刺してしまいました。女王様の指から流れ落ちた3滴の血が真っ白な雪の上に真っ赤なバラのように広がりました。それを見た女王様は、もうすぐ生まれるお腹の子供はこの雪のように白い肌で赤いバラのように美しいほっぺたを持ち、そしてこの窓枠の黒炭のように黒々とした髪を持った子供に違いないわと思いました。そして本当に女王様が思っていたような美しい女の子が生まれたのです。女王様はその女の子に白雪姫と名付けました。けれども悲しいことに、女王様は白雪姫が生まれて間もなくお亡くなりになったのです。新しい女王はとてもうぬぼれが強く大変なわがままでした。女王はどんな質問にも答えてくれる魔法の鏡を持っており、毎晩一人になると魔法の鏡にこう尋ねました。鏡よ鏡、壁にかかっている魔法の鏡よ、この世界で一番美しいのは誰か答えておくれ。すると魔法の鏡はいつもこう答えました。それは女王様、あなたです。あなたこそが世界で一番美しい。それを聞いて女王は満足そうに眠るのでした。月日が流れて小さかった白雪姫も7歳の娘になりました。白雪姫は大きくなるにつれて美しくなり、城中に晴れた日の太陽のような笑顔を振りまきました。そんなある日、女王がいつものように魔法の鏡に尋ねました。鏡や鏡、壁にかかっている魔法の鏡よ、この世界で一番美しいのは誰か答えておくれ。すると魔法の鏡がいつもとは違うことを言いました。それは女王様、あなたです。あなたこそが世界で一番美しい。けれども白雪姫の美しさが日に日に増しております。やがて白雪姫はあなたの1000倍も美しくなるでしょう。なんですって？この時、女王の心に悪い影が生まれました。そして女王は白雪姫を見るたびにひどくいじめるようになったのです。けれども女王がいくらひどくいじめても、白雪姫の太陽のような美しさはますます増していくばかりです。そして魔法の鏡もついにこう答えるようになりました。女王様は確かに美しい。しかし世界で一番美しいのは太陽のように光り輝く白雪姫です。これを聞いた女王は悔しさで夜も眠れなくなりました。許せない。世界で一番美しいのは私のはず。たとえ娘でも絶対に許せない。そしてある日、女王は家来の狩人を呼んでこう言いつけたのです。あの白雪姫を森に連れて行って殺しておしまい。姫様をですか？そうだ。そして殺した証拠として
あの子の心臓からあふれ出た血でこのハンカチを真っ赤に染めてくるのです。しかし、さあ早くお行き。狩人は仕方なく白雪姫を森の中へ連れて行きました。そして狩人はナイフを抜いて白雪姫の心臓に突き刺そうとしました。しかし狩人には太陽のように美しい白雪姫を殺すことはできませんでした。そこで白雪姫にすべてを話すとこう言いました。早くお逃げなさい。森の奥深くへ行き、もう二度と城に戻ってはいけません。白雪姫を逃がした狩人はイノシシを仕留めると、そのイノシシの血でハンカチを真っ赤に染めて、それを女王のところへ持っていきました。女王は狩人が持ってきた真っ赤なハンカチを見ると、白雪姫が死んだと思って大喜びです。あはははは、これで世界一美しいのはこの私だよ。さて、なんとか命の助かった白雪姫は、茨の多い深い森の中を突き進んでいき、夕方になる頃に一軒の小さな家を見つけました。すみません、誰かいませんか？返事がないので、白雪姫が家の中に入ってみると、その家は不思議なことに何もかもが小さな家でした。まるで小さな子供のお家みたい。真ん中の部屋には白い布をかけたテーブルがあって、その上の小さな7枚の皿に野菜のスープとパンが入っています。皿の横には同じく小さなスプーンやナイフやフォークが並べてあります。家の2階には小さな7つのベッドがあって、その上には雪のように白い麻の敷布が敷いてありました。とてもお腹が空いていた白雪姫は1階に戻ると、7人分の小さなお皿から少しずつスープやパンを食べました。一つの皿を空っぽにするのは悪いと思ったからです。そしてとても疲れていたので、再び2階に行くと一つのベッドに入ってみました。けれどもどのベッドも小さすぎて体に合いません。でも7番目のベッドがなんとか体に合いました。白雪姫はそのままベッドに潜り込むと、無事に一日を過ごせたことを神様に感謝しながらぐっすりと眠ってしまいました。その日の夜、この小さな家の主人たちが帰ってきました。その主人たちというのが7人の小人たちです。小人たちの仕事は山の岩穴から金や銀や宝石の入った石を掘り出すことです。小人たちは家に入ると、それぞれ自分用の7つのランプに火をつけました。そして家の中がパッと明るくなると、7人の小人たちは家の様子が変わっていることに気づきました。まず1人目の小人が言いました。誰かがわしの椅子に座った跡があるぞ。次に2番目の小人が言いました。誰かがわしのスープを飲んだ跡があるぞ。3番目の小人が言いました。誰かがわしのパンを少し食べた跡があるぞ。4番目の小人が言いました。誰かがわしの野菜を少し食べた跡があるぞ。5番目の小人が言いました。誰かがわしのフォークを使った跡があるぞ。6番目の小人が言いました。誰かが
わしのナイフを使った跡があるぞ。7番目の小人が言いました。誰かがわしのスプーンを使った跡があるぞ。それから小人たちは2階に行くと、1番目の小人がベッドのくぼんでいるのを見つけて言いました。誰かがわしのベッドで寝た跡があるぞ。2番目の小人も3番目の小人も4番目の小人も5番目の小人も6番目の小人もベッドがくぼんでいるのを見つけました。そして7番目の小人が自分のベッドに誰かが寝ているのを見つけたのです。誰かがわしのベッドで寝ているぞ。その声に小人たちはそれぞれのランプを持ってきて、寝ている白雪姫の顔を照らしました。白雪姫の顔を見た小人たちはその美しさに思わずため息をつきました。この子はなんてきれいなんだろう。まるでお日様のようだ。心優しい小人たちは白雪姫を起こさないようにランプを消すと、静かにそれぞれのベッドに入っていきました。白雪姫にベッドを取られた7番目の小人は他の小人に1時間ずつベッドを貸してもらい、他の小人のベッドで眠りました。朝になって目を覚ました白雪姫は、周りに7人の小人がいるのを知って驚きました。けれども小人たちは大変親切で、ニコニコしながら白雪姫に尋ねました。お前さんの名前は何というのかな。はい、私の名前は白雪姫です。それでは白雪姫、お前さんはどうしてわしらの家に入ってきたのかな。はい、それは。白雪姫はママ母である女王が自分を殺そうとしたこと、女王に命令された狩人が自分を逃がしてくれたこと、そして森をさまよっているうちにこの家を見つけたこと、それらをすべて小人たちに話しました。すると話を聞いて小人たちが言いました。それは気の毒なことだ。もしもお前さんがわしらの家の仕事を引き受けてくれるのなら、ここで暮らしてもいいよ。あ、仕事といっても家の掃除や洗濯に縫い物、そして食事の用意ぐらいだがね。どうだい、それらをきちんとしてくれるかい。はい、家の仕事はきちんとやりますので、どうぞお願いします。こうして白雪姫は小人たちの家で暮らすことになりました。小人たちの家で暮らすことになった白雪姫を小人たちはとても大切にしました。そして女王の使いが来ないかどうか毎晩交代で見張りをしてくれたのです。でも昼間は小人たちも仕事があるので、白雪姫は一人で留守番をしなければなりません。そこで小人たちは白雪姫にこう言いました。お前さんのママ母はどんな質問にも答えてくれる魔法の鏡を持っていると聞いている。魔法の鏡で調べればお前さんがここにいることなんてすぐ分かってしまうだろう。夜の間はわしらが守ってやれるが、昼間はくれぐれも用心をしなさいよ。もし誰かがこの家にやってきても決して中に入れてはいけないよ。さて、魔法の鏡に自分よりも白雪姫の方が美しいと言われてから腹が立って一度も魔法の鏡を使っていなかった女王ですが、白雪姫が死んだと思っているので安心して魔法の鏡に言いました。鏡や鏡、壁にかかっている魔法の鏡よ、この世界で一番美しいのは誰か答えておくれ。
すると鏡は答えました。女王様がこの国で一番美しいお方です。ですが、世界で一番美しいのは7つの山を越えた森の中で7人の小人たちと暮らしている白雪姫です。白雪姫は女王様の1000倍も美しい。なんですって？白雪姫が生きていると知った女王はとても驚きました。魔法の鏡の言うように、この国では女王が一番美しいのですが、女王には自分が世界一でないことが許せませんでした。こうなれば誰かに命じて白雪姫を、いや他の者では白雪姫の美しさにまた白雪姫を逃がしてしまうかもしれない。そこで女王は自分で白雪姫を殺そうと考えました。しかし美しい女王はどこへ行っても人目についてしまいます。白雪姫を殺したことがバレれば、怒った王様に死刑にされるでしょう。そこで女王は魔法の薬を飲んで、自分が女王だとバレないように老婆へと姿を変えたのです。老婆に姿を変えた女王は7つの山を越えて白雪姫の住んでいる7人の小人の家にやってきました。家には鍵がかかっていたので、女王が化けた老婆は家の戸を叩きました。もしもし、良い品物があるのですが、どうか買ってくれませんか？それに気づいた白雪姫が窓から顔を出しました。あら、おばあさん、こんにちは。良い品物って何があるのですか？はい、上等な紐がありますよ。老婆はそう言って、いろいろな色に染めた絹糸で編んだ紐を見せました。まあ、きれい。白雪姫は、このおばあさんなら家の中に入れても大丈夫でしょう、と思い、老婆を家の中に入れました。黒髪のお嬢さんにはこの白色がよく似合うでしょう。さあ、私が一つその美しい黒髪に結んであげましょう。老婆はそう言うと、紐を持って白雪姫の後ろに立ちました。そしてその紐をいきなり白雪姫の首に回すと、ぐいぐいと強く締め上げたのです。白雪姫は首を絞められて悲鳴どころか息もできません。そのうち白雪姫は目の前が真っ暗になって、そのまま死んだように倒れてしまいました。倒れた白雪姫を見て老婆は大笑いです。あはははは、これで私が世界で一番美しい女になったよ。老婆は急いで自分の国に帰っていきました。それから間もなく仕事を終えた7人の小人たちが家に帰ってきました。小人たちは家の中で倒れている白雪姫を見つけてびっくりです。小人たちは白雪姫の首に紐が巻きつけてあるのを見つけて、慌ててその紐をハサミで切りました。すると白雪姫は少しずつ息を始めて、やがて意識を取り戻したのです。元気になった白雪姫から話を聞いた小人たちは白雪姫に言いました。その老婆は女王が化けたものに違いない。いいかい白雪姫、わしらがそばにいないときはどんな人だって家の中に入れてはいけないよ。さて、大喜びでお城に帰った女王は魔法の薬で元の姿に戻ると、魔法の鏡に尋ねました。鏡や鏡、壁にかかっている魔法の鏡よ、この世界で一番美しいのは誰か答えておくれ。
すると魔法の鏡が答えました。女王様がこの国で一番美しいお方です。ですが、世界で一番美しいのは7つの山を越した森の中で7人の小人たちと暮らしている白雪姫です。白雪姫は女王様の1000倍も美しい。なんですって、白雪姫がまだ生きてる？女王は胸をかきむしって悔しがりました。そして今度は毒を塗り込めた櫛を作ると、魔法の薬で前とは別の老婆に姿を変えて、再び7つの山を越えて7人の小人の家に行くと、戸をトントントンと叩いて言いました。良い品物がありますが、お買いになりませんか？白雪姫は中からちょっとだけ顔を出して言いました。あっちへ行ってください。ここには誰も入れないことになっているのですから。そう言わず見るだけでも、ほら上等な櫛ですよ。老婆はそう言って毒を塗り込めた櫛を見せました。まあきれい。白雪姫はここに来てから一度も髪の毛を溶かしていません。小人の家には櫛がなかったからです。白雪姫は思わず老婆を家に入れると、その櫛を買うことにしました。お買いくださりありがとうございます。どれ、私が一ついい具合に髪を解いて差し上げましょう。老婆はそう言うと、白雪姫の黒髪に櫛を入れました。すると、櫛の刃の間に髪の毛が入るか入らないかのうちに、櫛から出てきた恐ろしい毒のせいで、白雪姫は意識を失ってその場に倒れてしまったのです。あはははは、この毒はライオンも殺す猛毒さ。いくらお前でも今度こそおしまいだよ。老婆はそう言うとすぐに帰っていきました。そのすぐ後、仕事を終えた7人の小人たちが家に帰ってきました。小人たちは家の中で倒れている白雪姫を見つけてびっくりしましたが、白雪姫の髪の毛に毒の櫛が刺さったままなのを見つけて、すぐに櫛を引き抜きました。小人たちの手当てが早かったので、白雪姫は毒が心臓に回る前に助かったのです。白雪姫から今日の話を聞いた小人たちは、白雪姫にもう一度注意しました。いいかい白雪姫、誰が来ても決して中に入れてはいけないし、何を出されても受け取ってはいけないよ。もしかするとまた毒が塗ってあるかもしれないからね。さて、今度こそ白雪姫が死んだと思った女王は、城に帰ると早速魔法の鏡に言いました。鏡や鏡、壁にかかっている魔法の鏡よ。この世界で一番美しいのは誰か答えておくれ。すると鏡は答えました。女王様がこの国で一番美しいお方です。ですが、世界で一番美しいのは7つの山を越した森の中で7人の小人たちと暮らしている白雪姫です。白雪姫は女王様の1000倍も美しい。なんですって？どうして白雪姫が生きているんだい？魔法の鏡が答えました。女王様が作った毒の櫛は白雪姫の髪についている間は毒の効き目がありましたが、小人たちが櫛を取ってしまったので、白雪姫は息を吹き返したのです。なるほど、それなら毒を直接体の中に入れてやろうじゃないか。白雪姫の大好物なリンゴを使ってね。女王は上等なリンゴを用意すると、特別な毒をたっぷりと塗り始めました。
その特別な毒はリンゴに塗りつけると真っ赤になって、一目見ると誰でも食べたくなるほどリンゴがおいしそうに見えるのです。女王はその毒をリンゴの半分にだけ塗りつけました。そして魔法の薬でまた別の老婆に姿を変えると、7つの山を越えて7人の小人たちの家に行きました。トントン。老婆が家の戸を叩くと、白雪姫が窓から顔だけを出して言いました。どなたかは存じませんが、誰であろうと中に入れてはいけないと7人の小人に言われているのです。すると老婆に化けた女王は、持ってきた毒リンゴを毒の塗ったおいしそうな方を白雪姫に見せて言いました。いえいえ、中に入らなくてもいいんですよ。実はこのおいしいリンゴをお前さんにあげようと思ってね。リンゴ？リンゴが大好きな白雪姫は老婆の持っているリンゴを見ました。それは今まで見たこともないほど赤くておいしそうなリンゴです。でも白雪姫は首を振って言いました。いいえ、どんなものでも人からもらってはいけないと7人の小人に言われているの。おやおや、それは用心深いこと。きっと小人たちは毒でも塗っているのではないかと考えているのだね。ええ、ごめんなさい。だけどこれは大丈夫。まあごらんなさい。この通りに2つに切って半分は私が食べてみせるから。老婆に化けた女王はリンゴを半分に切ると、毒の塗っていない方をおいしそうに食べてみせました。ああ、おいしいリンゴだね。ほら、私が半分食べてみせたのだから、このリンゴは安全だよ。ええ、そうね。それでは私もそのリンゴをいただくわ。白雪姫は毒を塗った方のリンゴを受け取りました。そしてリンゴを一口かじった途端、白雪姫はリンゴの毒でぱったりと倒れてしまいました。老婆に化けた女王は窓から家に入ると、念のために倒れた白雪姫の口元に耳を近づけました。よし、息もしていない。今度こそ白雪姫は死んだよ。これなら小人だってもう助けることはできないよ。あはははは。急いで城に帰った女王は早速魔法の鏡に尋ねました。鏡や鏡、壁にかかっている魔法の鏡よ。この世界で一番美しいのは誰か答えておくれ。するとようやく魔法の鏡は女王の望むことを言いました。女王様がこの世界で一番美しいお方です。夕方になって仕事から帰ってきた小人たちは、今度も白雪姫が倒れているのを見てびっくりです。小人たちは白雪姫を介抱しますが、白雪姫は息をしておらず、体も冷たくなっていました。諦めるな。体に傷はないから今度も毒にやられたに違いない。髪の毛に毒の櫛がついていないか調べるんだ。小人たちは白雪姫の髪の毛を調べると、念のため体中をきれいな水で洗ったりしましたが、白雪姫が再び生き返ることはありませんでした。7人の小人たちは死んでしまった白雪姫の周りに座って3日3晩泣き暮らしました。そろそろ白雪姫を土に埋めないといけないのですが、不思議なことに白雪姫は死んでも生きた時のままに美しく、肌もきれいで顔にも赤みがありました。こんなにきれいな白雪姫を土の中に埋めることなんかできない。そこで小人たちは
外から中が見えるようにガラスの棺を作ると、その中に白雪姫の体を寝かせました。そしてガラスの棺には金文字で白雪姫という名前を書き、白雪姫が王様のお姫様であることを書き添えておきました。小人たちがガラスの棺を山に運ぶと、鳥や動物たちがやってきて白雪姫に別れを告げました。一番最初に来たのはフクロウで、その次がカラス、一番最後には鳩が来ました。白雪姫は長い長い間ガラスの棺の中に横たわっていました。でもいつまでたってもその体は生きている時と変わらず、まるで眠っているようにしか見えませんでした。そんなある日、一人の王子が森に迷い込んで、7人の小人の家に一晩泊まりました。次の朝、王子はふと山に行ってガラスの棺を見つけました。近寄ってみると、中には美しい少女が横たわっています。しばらく我を忘れて見とれていた王子は、棺の金文字を読むと小人たちに言いました。このガラスの棺を私に譲ってくれませんか？その代わり私はあなたたちの欲しいものを何でも用意しましょう。けれども小人たちは静かに首を横に振りました。たとえ世界中のお金をみんないただいても、こればかりは差し上げられません。確かにそうだ。これはどんなお金や宝物でも買えることはできない。だが私は白雪姫なしにはもう生きていられない。私は白雪姫に恋をしてしまったのだ。私は生きている間、白雪姫を敬い続ける。だから白雪姫を私に譲ってほしい。王子は小人たちに何度もお願いをしましたが、小人たちは首を横に振るばかりです。白雪姫が生きていれば喜んであなたにお渡ししたでしょう。あなたなら白雪姫を女王から守ってくれるでしょうから。でも白雪姫はもう死んでしまったのです。どうかお諦めください。わかった。確かにお前たちの言う通りだ。諦めよう。だが生まれて初めて恋をした白雪姫にどうか別れの口づけをさせてくれないか？はい、あなたなら白雪姫も口づけを許してくれるでしょう。小人たちがそう言ってくれたので、王子はガラスの棺を開くと、まるで眠っているような白雪姫に口づけをしました。すると白雪姫の唇がわずかに動いて、白雪姫が小さな咳をしました。その弾みで白雪姫が飲み込んだ毒のリンゴのかけらが白雪姫の喉から飛び出したのです。すると毒の効き目がなくなった白雪姫の目がパチリと開いて、白雪姫が起き上がったではありませんか。まあ、私はどこにいるのでしょう。不思議そうにあたりを見回す白雪姫に王子は大喜びで言いました。白雪姫、あなたは私のそばにいるのですよ。それから王子は白雪姫に今までのことを話して聞かせました。あなたのことはこの私が一生お守りします。どうか私の城へ来て私のお嫁さんになってくださいませんか。白雪姫が小人たちを見ると、小人たちも嬉し涙を流しながら王子と一緒にいる方がいいと言っています。白雪姫は王子にこくりとうなずきました。はい、あなたの国へ連れて行ってください。こうして白雪姫は王子と一緒に
国へ行くと、世界中の王や王女を招待して立派な結婚式を挙げることになったのです。その結婚式には白雪姫のママ母である女王も招かれることになりました。女王は若く美しい花嫁が白雪姫だとは知りません。女王は結婚式に出席するために美しいドレスに着替えると、魔法の鏡の前に行って尋ねました。鏡や鏡、壁にかかっている魔法の鏡よ。この結婚式には世界中から多くの女王が来ているが、その女王の中で一番美しいのは誰か答えておくれ。すると魔法の鏡がこう答えました。女王様が最も美しい女王です。ですが、この結婚式で女王になるお方が世界で最も美しい女王となるでしょう。そのお方はあなたよりも1000倍も美しい。これを聞いた女王は頭をかきむしって魔法の鏡を壊してしまいました。この私よりも美しい女王が誕生するなんて。腹が立った女王は結婚式に出席するのをやめて自分の国に帰ろうかとも思いましたが、けれども自分よりも1000倍も美しい若い女王を見ないではとても帰ることはできませんでした。まあいい、本当に私より美しい女王であれば殺してしまうまでだ。女王は気を取り直すと招かれた御殿へと入りました。そして自分より美しい若い女王が白雪姫であることを知ったのです。そんな白雪姫が。女王はその場に立ちすくんだまましばらく動くことができませんでした。女王が入ってきたことを知った王子は屈強な家来たちに命じて立ちすくんだ女王を取り囲みました。殺される。そう思った女王は恐怖でその場に座り込んでしまいました。そこへ王子がやってきて女王に言いました。あなたが今までにやったことはすべて知っています。新しく女王となる姫を何度も殺そうとした罪はその命で償わなければなりません。ですが心優しい姫はあなたをそのまま返してほしいと言いました。ですからどうかこのままお帰りください。そして覚えておいてください。再び姫に手を出すことがあれば、姫をお守りするこの私があなたを許しておかないと。王子の言葉を聞いて女王は自分の国へ帰っていきました。そして自分が世界一の美しさで亡くなった女王は国に帰ってから急に老け込むと白雪姫を殺そうとしていた老婆のような醜い姿になってしまったのです。おしまい。